今日はおせち料理、鬼しめを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はおせち料理に欠かせない鬼しめを作りたいと思います。具材の下処理だったりとか、あとは切り方のポイントなどいろいろあります。下処理はいろいろあるんですけれども、作り方の工程自体はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずですね、鬼しめの具材の材料からご紹介します。材料はこちらです。レンコン、人参、ごぼう、干し椎茸、里芋、たけのこ、こんにゃく、絹さやです。今回はこちらの具材を入れていきます。この具材に関してはですね、他に鶏肉を入れたりとか、あとは高野豆腐入れたりとか、お好みのものを入れていただいて OK です。続いて鬼しめの味付けの調味料をご紹介します。材料はこちらです。お水、お醤油、みりん、調理酒、和風の顆粒だし、お砂糖、こちらの調味料で味付けをしていきます。今回だしはですね、簡単な顆粒の和風だしを使っていきます。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まず一番初めにこの椎茸を戻しておきます。椎茸の戻し方はいろいろあるんですが、一番水で戻すのがねいいんですけれども、結構ね戻すのに時間がかかります。なので今回は時短できる方法、ぬるま湯で戻す方法をご紹介します。まずこれをさっと水洗いしてください。はい、このようにさっと水洗いしました。でそしたらですね、ボウルに入れてください。で、椎茸の戻し汁は 400ml 使うので、ぬるま湯を 400ml 加えてください。お風呂がねちょっとぬるくなったぐらいのお湯を入れます。ぬるま湯です。でここでポイントなのが、お砂糖をね小さじ1/2ぐらいかな入れてください。で軽く混ぜます。今お砂糖を入れた理由なんですけど、ぬるま湯で戻すと椎茸の旨味がね流れ出やすくなってしまいます。なんですけどお砂糖を加えると椎茸の旨味が外に流れ出てしまうスピードを遅くすることができます。味に支障がないぐらいの小さじ1/2ぐらいを入れていただいて、上にピタッとラップをしてください。はい、こんな感じでね、このまま1時間から2時間ほどぬるま湯につけて戻してください。ではね、続いて人参を切っていきます。まずヘタを切り落とします。今回はこちら梅の花のね形でくり抜いていきます。端っこの部分はねちょっとくり抜けないので、この真ん中の部分だけ使っていきます。この余った部分は乱切りして使っていただいてもいいですし、他の料理に使っていただいてもどちらでも OK です。でそしたら 1cm 幅に切りましょう。はい、こんな感じです。でそしたらこちらの型でくり抜いていきます。これはね100円ショップとかにも売ってるので、ぜひチェックしてみてください。ではくり抜きます。よいしょ。はい、こんな感じです。可愛くくり抜けます。ではね、残りもどんどんくり抜いていきましょう。はい、くり抜き終わりました。そしたらですね、まずこのねくぼんでる部分に包丁で切れ込みを入れます。だいたい 3mm ぐらいのね切れ込みをこの中心に向かって入れていきましょう。はい、こんな感じで、そしたら入れた切れ込みのちょっと脇から包丁の刃を入れ込んで、斜めにこうやって切れ込みに向かって切ります。こんな感じでシュッと取るとこんな感じで立体的な花びらになります。では同じようにね、切れ込みの少し横から包丁を斜めに入れて、切れ込みに向かって包丁を入れ込みます。でシュッと取る。これをね5箇所やっていきましょう。はい、そうするとこのように立体的な梅の花を作ることができます。このやり方がねちょっと面倒な時は乱切りにしていただいて OK です。ではね、残りも同じように模様付けたいと思います。人参の準備はこれで OK です。続いてこんにゃくです。こんにゃくはまずね 8mm から 1cm 幅ぐらいに切っていきます。このこんにゃくの真ん中に 4cm ほど切れ込みを入れます。こんな感じに入れてください。でそしたら上からくるーっとねこの端っこを穴に通します。ニュッと。はい、そうするとこのようにねじれこんにゃくができます。ではね、残りも同じようにやっていきます。でそしたらですね、こんにゃくをボウルに入れてください。でここに塩を小さじ1/2ぐらい入れます。軽くね塩もみしてください。であんまりね形が崩れないようにね優しく揉み込みましょう。そうするとこんにゃくから水分が出て味が染み込みやすくなります。こんにゃく特有の臭みもね取ることができます。そうしましたらこちらは水洗いしておきます。続いてレンコンです。レンコンはね小ぶりでちょっとね表面があんまりボコボコしてないものを選ぶようにしてください。皮を剥きます。
皮むくときはねピーラーがおすすめです。でそしたら1センチ幅に切ります。これをですねこのまま使ってもいいんですけれども、ちょっとお花形っぽくしていきます。穴と穴の間の部分に三角の切れ込みを入れます。こんな感じです。これをね全部やっていきます。はい、こんな感じです。あとはねちょっとこの角が気になる時は包丁を使って角を取ります。こんな感じです。このように切ってください。レンコンは変色しやすいので、お水にお酢を小さじ1/2ぐらいですねちょっと垂らして、でここに浸しておきましょう。あとはね包丁でやるのがちょっと難しいなっていう場合はこちらハートのクッキー型ですね。穴と穴の間に先っちょの角のところだけ型抜きします。そうすると包丁を使わなくてもこのように綺麗にくり抜くことができます。もしね包丁が苦手な方はこの方法でやってみてください。はい、こんな感じ。あとはこの角を整えるぐらいでこんな感じです。やりやすい方法でやってみてください。それではね残りも同じようにやっていきます。はい、レンコンはこんな感じです。こちらは使うまで酢水につけておきましょう。続いてごぼうです。ごぼうは水洗いしていただいて、で皮をね軽く包丁の背を使ってこそぎ取ります。皮付きがお好きな方は皮付きでも OK です。でそしたらごぼうはね乱切りにしていきます。で乱切りする時は包丁を斜めにして切り落とします。で切った面を上にしてまた切り落とす。これを繰り返して乱切りしていきましょう。このように切ってください。でごぼうはね変色してしまうので、切ったらすぐにボウルに入れて、でこのように水に浸して酢水にさらにつけておきます。酢水につけるとしっかりね変色を防止することができます。それではこのまま酢水に10分ほどつけておきます。続いて里芋です。じゃあまずですねこのヘタの部分と根っこの部分を切ります。両先端切ります。そしたらですねこの丸みに沿ってちょっと厚めにね皮を剥きます。この時手を怪我しないように注意してください。今ねここの面切ったと思うんですけど、この反対側次剥きます。次にその隣を剥きます。でこのように対角線上に切っていきます。で今ねここ切ったので反対側こっち側ですね切ります。であとはね残ってるところを切りましょう。はい、そうすることでこのようにね綺麗に六角に切ることができます。こういう切り方をしていただくと見た目も綺麗になって、かつ煮崩れしにくくなります。そしたらですねこの里芋ちょっとね一口で食べるのは大きいので、これをね半分に切ります。ちょっと滑るので手を怪我しないように注意してください。はい、こんな感じです。里芋はこのように切っていきます。それではね残りも同じように切っていきましょう。はい、このように切り終えました。そしたらですね塩小さじ1/2ぐらい振って、でこれを塩もみします。でこれでね里芋のぬめりを取ります。そうすることで里芋に味が染み込みやすくなります。はい、で30秒ほど塩もみしたらこれを水洗いします。はい、里芋の下準備はこれで OK です。続いてたけのこの水煮です。たけのこの水煮はですねこの根元の部分と先の部分と分けます。はい、ここら辺から切ります。こんな感じ。先の部分はまず半分に切って、あとは食べやすい大きさに切ります。こちらの根元の部分は半分に切って、でだいたい1センチ幅ぐらいに切ります。これだとねちょっと大きいかなっていう時は半分に切ります。でこちらも同じように切りましょう。たけのこはこれで OK です。はい、続いて絹さやです。で絹さやはですねこのヘタの部分を太い筋がある方、ちょっとまっすぐになってる方ですね、まっすぐになってる方に折ります。ポキッと。であとはスーッと引っ張ります。はい、そうすると簡単にね筋取りができます。であとこっち側ですね、こっち側もポキッと折ってスーッと取ります。こんな感じです。このように筋取りしてください。絹さやの準備はこれで OK です。それではね今から具材を下茹でしていきます。この下茹でをしていただくだけで野菜には火が均一に通りやすくなって、味もその分染み込みやすくなったり、あとは煮崩れしにくくなります。それではまずはじめにこんにゃくと絹さやを下茹でしていきます。でこのこんにゃくと絹さやは沸騰したお湯で下茹でします。でまず火にかけます。このまま水を沸騰させてください。は
はい、水が沸騰しました。そしたらここに小さじ1杯ぐらいの塩を入れます。そしてまず最初にこちら絹さやを1分茹でます。では入れます。やけどしないように注意してください。はい、1分経ったので取り出します。よいしょ。でそしたら氷水を用意していただいて、でこのようにね茹で終わったら氷水で冷やしておきましょう。そしたらですね、先ほどのお湯をもう一度再沸騰させて、次はこんにゃくを茹でます。でこんにゃくはこのまま2分茹でていきましょう。はい、2分経ったので火を止めます。でこちらはざるにあけます。こんにゃくの下茹ではこれで OK です。こんにゃくはですね、下茹でしていただくとアクが抜けて、かつね先ほど塩もみしたので味も染み込みやすくなります。続いて根菜類は一緒に下茹でしたいと思います。その分少しでもね時短できると思います。基本的根菜類はねちょっと火が通りにくいので、沸騰したお湯で煮てしまうと火の通りにムラができてしまいます。なのでお水から茹でるようにしてください。じゃあね、まずごぼうです。ごぼうと、でごぼうはね入れる前にさっと水洗いしてください。人参、そしてレンコンですね。でレンコンも酢水につけてるのでさっと水洗いしてください。これをね火にかけて、そうしましたらまず沸騰するまで中火で加熱していきます。はい、沸騰しました。沸騰してからこのまま1分茹でていきます。はい、今1分下茹でしました。そしたら火を止めます。でこちらはざるにあけましょう。はい、根菜類のレンコンと人参とごぼうの下茹ではこれで OK です。そして最後は里芋です。里芋はですね、茹でるとぬめりがつくので、同じお鍋でやる場合は一番最後に下茹でするようにしてください。まずお鍋に入れましょう。で里芋もね均一に火が通るように水から茹でていきます。でそしたら里芋が全部浸かるまで水を入れます。でこれで火にかけます。こちらも中火で沸騰するまで待ちましょう。はい、沸騰しました。沸騰したら3分茹でます。里芋が大きい場合は5分ほど茹でてください。はい、3分経ちました。そしたら火を止めます。そしたらこちらもざるにあけます。はい、里芋の下茹ではこれで OK です。はい、椎茸が戻し終わりました。トータルで1時間ぬるま湯につけました。大きさによって戻し時間が多少ね変わってくるかなと思うので、柔らかくなってれば OK です。そしたらこの戻し汁は使うので 400ml 取っておいてください。戻し汁はこのように取っておきましょう。はい、ではね最後椎茸を切っていきます。椎茸は亀甲切りといって、こちらもね六角に切っていきたいと思います。亀甲切りって何かっていうと、亀の甲羅に似せた切り方なんですけれども、亀は長寿の象徴と言われていて、縁起物のお料理をするときはこういった切り方をします。ということで今回はその切り方をご紹介します。まずねこのヘタの部分切り落とします。そしたらまずね両端切ります。で反対側も切ります。そしたらちょっと斜めのところを切ります。で対角線上のところも同じように切ります。最後ですね、残った部分を切ります。はい、そうするとこのように六角になります。こういった切り方もありますし、普通にね切っていただいても OK です。でこのね余った部分は野菜炒めとかお味噌汁とかに使っていただけたらと思います。それではね他も同じように切っていきます。はい、これで具材の下準備が終わりました。ちょっとね下準備は時間かかるんですけど、これをやっていただくだけで美味しく仕上がるので、ぜひね時間を見つけてやってみてください。こちらの絹さやは最後にトッピングで使います。ではこちらを煮込んでいきたいと思います。でそしたらですね、煮込む前に簡単な落とし蓋を作っていきます。でこちらクッキングシートを用意していただいて、まず半分に折ります。でまた半分に折ります。でまた半分に折ります。でまた半分に折ります。はい、こんな感じ。あとはですね、使うお鍋の半分ぐらいのサイズに合わせてここを切ります。であとはこのね先のとんがった部分と2箇所ぐらい切れ込みをね三角に入れます。このように2箇所ぐらいに切れ込みを入れます。で広げていただくと簡単な落とし蓋ができます。こちらを煮込む前に作りましょう。で普通にね落とし蓋持ってる方はそれを使っていただいて OK です。はい、それでは煮込んでいきます。椎茸の戻し汁です。そしてお水です。で
ここに調味料を入れていきます。お醤油と調理酒、みりん、お砂糖、そして顆粒の和風だしです。で、軽く混ぜます。はい、OK です。あとはですね、こちら下茹でした具材を入れていきます。よいしょ、里芋、椎茸、そしてこんにゃくで、たけのこです。で、たけのこはね、今回ね、下茹でしなくて OK なやつを使ったんですけど、下茹でが必要なものは下茹でしてください。で、たけのこ、はい、これで OK です。そしたら火にかけます。このまま沸騰するまで中火で加熱します。はい、沸騰しました。沸騰したら火加減を弱火にしてください。そして先ほど作った落とし蓋をします。で、この時ね、やけどしないように落とし蓋をしてください。それではこのまま弱火で20分から30分ほど煮込んでいきます。はい、時間が経ちました。ちらっと見せます。じゃじゃーん。はい、今こんな感じ。ちょっとね、煮汁がね、だいたい目安として8割ぐらいになってるぐらいかな。ではですね、このまま火を止めて一旦冷ましたいと思います。そうすることでぐっと味が染み込みます。はい、しっかり冷めました。では開けます。じゃじゃーん。こんな感じに仕上がってます。鬼しめはこれで完成です。しっかり味も染み込んで美味しそうに仕上がりました。では最後にですね、こちらお重に詰めて、あとは絹さやを飾りたいと思います。はい、これでおせち料理鬼しめの完成です。こんな感じに仕上がりました。絹さやは一つの絹さやを斜め切りにしてこのように飾りました。はい、ということでかなりね、もりもりに盛り付けしてみました。はい、こんな感じでね、味もしっかり染みて美味しそうに仕上がりました。それでは早速いただきたいと思います。ではまずレンコンからいただきます。味がしっかり染みてすごく美味しいです。里芋、もう里芋も柔らかくて美味しいですね。椎茸の戻し汁の旨味も入っててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鬼しめのポイントです。鬼しめはね、結構下準備がね、多いんですけれども、この下準備をしていただくことで、とても美味しい鬼しめに仕上がります。なので時間を見つけてぜひぜひ作ってみてください。それぞれね、下準備の仕方がありますので、こちらは今説明するとすごく長くなってしまいますので、動画を見ながら参考にしていただけたらと思います。この下処理をしてしまえばもうね、煮込むだけなのですごく簡単です。なので、もしね、この下処理とかがめんどくさいなっていう時はスーパーにねセットになった水煮とかも売ってるのでそちらを使っていただいても OK です。ちょっとね下準備に時間をかかるんですけれどもその分とても美味しく仕上がるのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鬼しめを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。